世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭春会期に行ってきます。小木島を出港しました。これから女木島に向かいます。小木島出港から約20分、女木島に到着です。女木島へのチケットは片道240円でした。島のマップです。面積約 2.62 平方キロメートル、人口約125人の小さな島です。女木島の作品は港付近に集中しているのでとても巡りやすいですが、洞窟の作品は山の上にあるのでバスで行くのがおすすめです。早速アート巡りスタートです。現在の時刻は1時24分。女木島から高松港行きの最終便は5時20分なので滞在時間はあと4時間くらいです。女木島は別名鬼ヶ島とも呼ばれる島で、鬼をモチーフにした作品もいくつかあります。また島の至るところに鬼の石像があり、この鬼が指さす方向にかつて鬼が拠点にしていた大洞窟があります。早速作品を見に行きます。私たちは東側から順に巡ることにしました。3年ぶりの女木島に気分も上がり、懐かしさを感じながら歩いていたらあっという間に着きました。港から歩いて約5分、一つ目の作品に到着です。ここは今回の新作アートです。ツンさんの女木島人口増加計画、穴具町入居者募集中です。早速中に入ってみると、何やら小さなマンションが建っています。よく見ると入居者がいたり空室になっていたりします。一つ一つ見ると、道端にあるブロックやどこか見覚えのある消しゴム、高松と女木島、小木島を結ぶメオン号など様々なものが住んでいます。穴具町とは作者が幼少期に生み出した理想郷のことで、ここに住んでいるものは作者が島に滞在中に出会った者たちです。入居者の部屋には小さな絵本が入っているのですが、私たちにとっても身近なものばかりなので、物語一つ一つにも愛着が湧いてしまいます。さらに奥には石コロンのエリアもありました。見てみるとたくさんの石コロン、一つ一つ顔も形も違く、みんなでワイワイ対話しているように見える可愛らしい作品です。次の作品は先ほどの作品のすぐ近くにあります。小谷元彦さんの作品、棍棒屋です。棍棒とは棒状の木製の武器のことで、鬼が持っている金棒のようなものです。中に入ると立派な棍棒を持った大きな像が立っています。顔の部分は銅を磨いた魔鏡になっていて、反射する光によって壁に模様が浮かび上がるそうです。その他にも様々な形の棍棒や制作途中の棍棒を見ることができ、実際に購入することもできるみたいです。女木島ならではの作品ですね。続いての作品は瀬戸内国際芸術祭に初めて参加した時、この作品を見て現代アートにドハマりしたと言っても過言ではない世界的アーティストレアンドル・エルリッヒさんの作品を見に行きます。到着しました。静かな住宅街にひっそりと佇む一軒の家に作品があります。レアンドル・エルリッヒさんの作品、不在の存在、見えないものです。砂利が敷き詰められた中には、よーく耳を澄ませるとザクザクと音が聞こえます。伝わるかこれ。さらに目を凝らしてみると人の足跡がついていくのが見えます。そこには誰もいないのに足跡と足音で何者かの存在を感じることができます。もう一つの作品はこの茶室、不在の存在、二重の茶室です。この空間にも不思議な仕掛けがされています。茶室には大きな鏡があるように思えますが、片側には実は鏡はありません。そうなんです。奥にはもう一つの茶室が広がっています。前室と全く同じものと配置、鏡に映る部屋に見えるように少し傾けて作られています。鏡や構造の仕掛けに導かれて、自分自身の存在すら曖昧になる瞬間、いないはずの誰かの存在を感じる瞬間、現代アートに引きつけられてしまったこの作品、ぜひ皆さんにも体感しに来てほしい作品の一つです。次の作品は不在の存在と同じ集落内にあります。
歩いて2分ほどで着くそうです。作品が見えてきました。こちらの作品は瀬戸内国際芸術祭2016から誕生した作品です。使われなくなった倉庫を活用しています。依田陽一郎さんの作品、女木島名画座です。ニューヨーク42番街の古い映画館風に赤いペイントや壁画で装飾したインスタレーション作品です。ニューヨークの歴史ある映画館から運ばれた椅子が並び、壁にはチャップリンやハリウッドスターの肖像画が描かれています。ミニシアターなだけあって、もちろん映画も上映されています。チャップリンやフィリックス・ジャ・キャットが上映されていました。続いての作品は、小学生がいないため、平成17年から休校している小学校の一部を使って公開している作品です。この小学校には複数のアート作品が集まっています。一つ目の作品は入って左側、中庭にある作品です。大竹新郎さんの作品、メコンです。この色鮮やかな入り口から始まる大竹さんの作品は、島の自然と人工物を大胆に融合させたインスタレーション作品です。この入り口はかつての学校の面影を残しながらも、私たちをアートの異世界へと導いています。中庭に抜けると、生い茂る植物の中に人工衛星のように人工物が混ざっています。海に漂流する巨大な浮標 V に島で育てられたヤシの木を植え、命が芽吹くという象徴的な構造になっています。このメコンというタイトルには、この作品が根を張るように生きていてほしいという思いが込められているそうです。次の作品は入り口右側にあるプールで公開されています。校舎の間を抜けると看板が出てきました。ヤコブ・ダルグレンの色彩の解釈と構造です。この作品は使われなくなったものを島民から集めてできた作品です。集めたものに共通しているのは四角いこと。本やビデオカセット、ポリタンクなど形は同じく色は異なるもので構成されています。様々な色や大きさ、素材を組み合わせることで小さな街のような空間を作り上げています。近くで見るとどこか懐かしいものや今でも使っているものが見え、遠くから見ると色彩鮮やかな小さな街、360度どこから見ても楽しめる作品です。集落を抜けて海沿いに出てきました。奥に瀬戸内海が見えます。次の作品に到着です。こちらの古民家がギャラリーになってます。ニコラ・ダロさんの作品、ナビゲーションルームです。ニコラ・ダロさんはフランス出身のアーティストで、過去に越後妻有トリエンナーレや北アルプス国際芸術祭にも参加しています。今回の作品は揺れる海図と連動する天体の動き、オルゴールの音色、そして部屋の窓から見える瀬戸内海が一体となり、時の流れを五感で味わえる設計です。展示室を歩き回り、異なる角度から海図と天体の動きを観察することで、人間の尺度と自然界の時間感覚とのズレを実感できる作品です。海岸線に出てきました。いやー、瀬戸内海めちゃめちゃ綺麗ですね。落ち着きます。ちょうどメオン号が小木島に向けて出港しましたね。現在の時刻は2時半です。あと3時間ぐらい余裕があります。海岸線を歩いて港方面へ向かっています。夏になるとこのビーチは海水浴客でいっぱいになるんです。次の作品は海沿いにあります。到着しました。小さなお店プロジェクト、女木島名店街です。2019年に海辺の寿荘でささやかに始まった島の中の小さなお店プロジェクト。作品鑑賞はもちろん、ショッピング、ランドリー、カフェなど小さな複合施設のようなイメージです。今回で3回目のこのプロジェクト。また新たにヨガ教室が加わり、高級作品もアップデートされたようなのでとても楽しみです。最初の作品は中里さんのヨガ教室です。1階で受付すると2階に案内されます。部屋の正面には大きな窓で、その向こうに海と対岸の屋島が見え、窓際ではガラス玉がゆっくりと転がっています。
ヨガ教室ということだけあって、左右には大きな鏡もあり、なんといっても、この中央に設置されたブランコをこくと、上に設置された自転車の車輪が連動して動き出し、ベルが鳴り始め、メロディーを奏でているような気がします。この音と景色、確かにヨガと瞑想をするには最高の場所かもしれません。続いて、ヨガ教室の隣にある作品です。柴田あゆみさんの作品、命の歌、天の音です。皆さんはこの作品が何でできているかわかりますか？実はこれ、すべて紙なんです。柴田あゆみさんは、紙と光を駆使した作品を作る切り絵アーティストで、その作品は平面だけでなく、立体彫刻のような世界を作り出します。紙を影とし、そこから漏れる繊細な光によって幻想的な空間が広がっています。この作品自体に音の仕掛けはありませんが、隣の作品から聞こえるブランコのベルの音と作品の光が混ざり合い、思わず深呼吸してしまうようなリラックス空間になっています。代わってこちらの作品は原優さんのサンセットテイラー思い出オーダーメイドです。この作品は思い出の洋服の絵を注文を受けて描くお店で参加型のアートになっています。お店の中には様々な人の思い出の詰まった洋服などがずらりと並んでいます。これは青いニット帽ですね。タグにはいつ頃のどんな思い出なのかが書かれています。私たちの思い出のものを提出できる用紙もあったので、皆さんもぜひ思い出の品を提出してみてください。2階の作品を見終えたので、1階の作品を見に行きます。もともと民宿をやってたところだったんですけど、1階には中庭があってめちゃめちゃいい宿やったんやなと思わせます。まずはこちらの作品、9時から4時半まで営業しているコインランドリーです。平日にもかかわらずとても人気のランドリーです。って思った方もたくさんいると思いますが、こちらもちゃんと作品なんです。レアンドロ・エルリッヒさんのランドリーというユニークな映像作品です。私たちが日常だと思っているものの境界線を曖昧にするということを一貫してテーマにしているレアンドロ・エルリッヒさん。隣には実際に利用できる洗濯機もあって、現実とは何かを再考させる視覚的パラドックスを表現しています。日常って本当に信じていいの？そう問いかけられるような不思議な体験ができました。続いての作品は絵本作家であり美術ユニットであるザ・キャビンカンパニーが今年発表した休校書店メコンちゃんです。絵本のような色彩を放つ部屋に肥やしの本として本を展示。休校中の女木小学校の図書室にあった本や記憶、ページに残る汚れまで、ザ・キャビンカンパニーはそれらを分解、融合し、オブジェとして再構築しました。そしてこの部屋でひときわ目立つ少女、その名もメコちゃん。アートを通じて過疎の地に芽生える生命の可能性を感じさせます。続いての作品はこちらの中庭にある作品です。4種類の普通ではない卓球台が並んでいます。こちらの作品は原凛太郎さんと原優さんによる体験型インスタレーションピンポン C です。もちろん遊ぶことができ、ピンポン C のルールもあるのできちんと読んで参加しましょう。ボールとラケットは別途1人100円必要です。受付で借りることができます。この卓球台は下からエアーが出てくるエアホッケー風の卓球台。今年の新作の一つです。前回の瀬戸内国際芸術祭ではここで白熱した試合が行われてしまい、小木島への出港時間に遅れるというしくじりをしてしまいました。ピンポン C のすぐそばにある受付兼ショップです。女木島オリジナルグッズやツンさんの花具町入居者募集中のステッカーも売ってました。作品を見終えました。今回はお互いアート巡りによる疲労のため卓球はお休みにしました。高松行きのフェリーまであと2時間くらい、一旦港へ戻ることにします。帰りのフェリーまで思ったより時間があったので、鬼ヶ島大洞窟の方まで行ってみようと思います。
2つの会社が洞窟行きのバスを運行しているのですが、私たちはこちらのバスで向かいます。このバスでは洞窟までの道のりで女木島の紹介アナウンスが流れていました。石垣をご覧ください。これは大手と呼ばれる女木島独特の石垣。落としと呼ばれる冬の強い風から島の家々を守るためのものです。大手の中はまるで迷路のよう。港に戻ってきたらぜひ散策してみてはいかがでしょうか。バスで約10分、山の上までやってきました。この先に洞窟があるみたいです。ですが、私たちは洞窟ではなく、女木島を一望できる展望台に向かうことにしました。若干の傾斜を少し頑張って登っていきます。展望台に到着しました。見てください、この絶景。穏やかな瀬戸内海と島々を一望することができます。ここまで登らないと見えなかった女木島の反対側も見えます。下りのバスの時間ギリギリまで女木島の景色を堪能してしまいました。港まで戻ってきました。帰りのフェリーのチケットを買ったので、フェリーが来るまで港近くの作品を見に行きます。木村隆人さんの作品、かもめの駐車場です。女木港に到着した時から見えていたこの作品、なんと300羽近くのカモメが迎えてくれているそうです。5時22分、少し遅れてメオン号が到着しました。5分くらい遅れて女木島を出港です。これで瀬戸内国際芸術祭春夏行きのアート巡りは終了となります。5日間のアート巡りで小豆島、直島、青島、三味島、小木島、女木島の計6島を巡ることができました。今回巡ったどの島もアートも甲をつっつけがたいとても素敵なところでした。なので全ての島が本当におすすめです。8月1日から夏会期がスタートします。まだ巡っていない島と直島に新しくできた直島新美術館は絶対に行きたいなと思っています。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は世界的な美術館のある五感を揺さぶるアート手島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。